皆様こんにちは。本日の司会を務めさせていただきますちぐさと申します。どうぞよろしくお願いいたします。さて今回のブランドキャストは多くのクリエイターの皆様にもご参加いただいております。セッションだけではなく入り口近くにありますブースにもぜひお立ち寄りください。 YouTube20 周年の記念すべきブランドキャスト、クリエイターの皆様と一緒にぜひ盛り上げてまいりましょう。さあそしてそんなクリエイターの皆様は YouTube 上で企業様と多くコラボレーションをされており、ご覧のように商品やサービスの認知拡大などのためマーケティング競争の取り組みをされています。そんな YouTube は今では認知からより深く購買行動を直接動かす場とまでなりつつあります。今年 Google はご覧のようにショッピングにつながる人々の情報行動をサーチング、ストリーミング、スクローリングの3つに分類して発表しました。この中でストリーミングは動画視聴を指し、シームレスかつ時に同時に買い物につながる重要な生活者行動の一要素です。例えばこちらはとあるユーザーの化粧品購入までの直近のジャーニーの中でショッピングに関わるものを一部抜粋したものです。ご覧のように YouTube が繰り返し視聴され、コメントからも YouTube コンテンツやクリエイターから情報を得たいと思っていることがよくわかりますよね。ユーザーはクリエイターとの信頼関係を重視しています。ショッピングの文脈であればこの分野ならこの人の商品レビューなら間違いない、そんなクリエイターとの間にある関係性こそが購買につながる信頼買いとも言い表せるかもしれません。さあ本セッションではお二人の YouTube クリエイターにご登壇いただきます。ということで早速お呼びしましょう。椅子に情熱を注ぎ続けるクリエイター、ミスターチェアーズ柴田丸さん、そしてファッションディレクターの干場義正さんです。どうぞ。 Please welcome 柴田丸 from Mr. Chairs、 義正干場 from Minimal Wardrobe Channel。お二人ともようこそいらっしゃいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はよろしくお願いいたします。お二人とも素敵でいらっしゃいます。どうぞおかけください。私も失礼いたします。さあそれではまず今日たくさんの方おいでですが、お二人のチャンネルについてご存知ない方にも分かるようにご紹介いただければと思います。柴田丸さんからお願いします。はい、ミスターチェアーズの柴田丸と申します。実際に椅子に座ってレビューするをモットーにオフィスチェアやゲーミングチェアを紹介販売するチャンネルを運営してます。本当に僕のチャンネルって本気で椅子を探す人が集まっていて、実際に購入につながっているんですけど、現在でも手元に約80脚の椅子があり、毎日どれかに座るという生活を送っています。よろしくお願いします。お願いいたします。柴田様お願いします。はい、今ご紹介に預かりました、ファッションディレクターの干場義正です。主な肩書きはですね、講談社のウェブマガジン、フォルツァスタイルの編集長を務めておりまして、 YouTube で、ファッションやライフスタイルの情報を発信しています。それから個人ではミニマルワードローブという EC サイトを運営しておりまして、そちらも YouTube で、配信しています。今日はですねこのチャンネルでの、取り組みをご紹介させていただき、ショッピングでいかに YouTube が大事かという、お話をさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。さあお二人の共通点といえばやはり視聴者との間に築かれた信頼かなと思います。柴田丸さんのチャンネルでは YouTube 経由の売上インパクトが絶大だと伺っているんですが、これはなぜだと思われますか？ありがとうございます。そうですね、実際に、自社 EC サイトの売上の YouTube 経由の比率は、70% を超えてます。でそもそも僕のチャンネルで扱うワーキングチェア、皆さん普段使われている方多いんじゃないかなと思うんですけど、かなりニッチじゃないですか。
で実際登録者も爆発的に多いわけでもないです。でそれでも購入していただいているのは1点かなり意識してるからだなと思っていて、それは実際に悩んでる視聴者さんの椅子選びを終わらせるっていう体験にかなりこだわってます。登録者とか再生数もちろん見てはいるんですけど、再生数あたりの視聴者の椅子購入率をかなり重視しています。例えばですね、YouTube いろんなジャンルの動画ありますけど、椅子レビューしている動画って1脚だけだったり自分が使ってるのと比較したりで、僕のチャンネルだとさまざまなジャンルの椅子とかさまざまな価格帯の椅子全部検討するものは横並びにして比較するっていう見せ方をしてます。そこでですね、かなり比べやすくなってるっていうのと、例えば、専門用語ではあるんですが、腰のランバーサポートとか椅子にあるんですね。でこれって名前がついてなかったりするので、独立型かソフト型かみたいなものを僕で定義づけして言語化して話すようにしてます。これによって他のチャンネルにはない指標で見ることができるので、見ざるを得ない動画作りっていうのをかなり心がけてます。なるほど、そうなんですね。いや、柴田丸さんのチャンネル拝見してると本当コメント欄もすごく活発だなと思います。はい、実際にコメントの8割は僕椅子購入前の相談なんですけど、掲示板として機能するように僕も意識してて、例えばですね、投稿者は実際にコメントって知りたい人以外にも見えるじゃないですか。なんで一個一個回答して結果的に YouTube から見ると生の Q&A がそのまま動画に出来上がってるっていう感じで、そこを意識して視聴者さん同士も意見交換がかなり活発に行われるので、自然にコミュニティが形成されるっていうイメージです。実際に僕一人が発信する以上の信頼感っていうのはそういったところから生まれてるんじゃないかなと思います。まさに深いコミュニティですよね。星葉さんはいかがでしょうか。そうですね、レオン、それからフォルツァスタイル、ファッションメディアの仕事を僕30年近くやってきてるんで、ある程度の信頼っていうのはね、もうこの時点ではあると思うんですけど、僕の YouTube で洋服が売れる理由はやっぱね、なんといっても僕が自信を持っておすすめできるアイテムしか紹介しないっていう点に尽きると思いますね。はい、あとずっと僕のね動画を追いかけてくれる人からすると、この星葉セレクトに信頼と安心感があるんじゃないかなっていうふうにね感じてます。例えばイタリア、それからイギリス、直接行ってブランドの方とかね、作り手の方に出ていただくこともありますし、それから商品の背景にあるストーリー、それから価値観を共有することで視聴者はアイテムの理解がね深まるんじゃないかなと思うんですよね。結果的に深い関係性が生まれて購入までつながるんじゃないかなと。すっごい売れるんですよ。びっくりしちゃうんですけどすっごい売れるんですよありがとうございます。少しね秘密を教えていただきましたけれども、まさにファッション通が集まってるのが想像できますよね。2人のチャンネルで紹介されている商品の多くがさまざまなブランドからキュレーションされたものかと思います。多くのブランドアイテムをご紹介されているわけですけれども、こだわっている点があればさらに伺いたいなと思います。星葉さんお願いします。はい、ありがとうございます。ポイントは全部で3つ。まず1番目なんですけれど、アイテムを吟味すること。例えばシンプル、それから上質な素材、それから流行に関係なく長く愛用できる、そういうものをセレクトするようにしてます。2番目、次にですね、分かりやすく説明する。これもねめちゃくちゃ大事なんですよ。素材、色、それからデザイン、サイズ、シルエット、それからどういうふうに着るか、そういうところに至るまで見てる方に分かりやすく伝わるように、ワイドな画角と、それからね寄りと引き、そういうのを写真と動画を駆使してやることによってすごく伝えていく。で3番目、最後はですね、没入型の疑似体験。
例えば昔だったらそうですね、ファッションは雑誌を見て、それからネットで見て、実際にお店に行ってっていう流れだったと思うんですけど、 YouTube、特に長尺動画でも情報量がね多いんですよ。実際に、例えばお店で接客されてるかのような感覚で、没入型の、疑似体験っていうんですかね、そういうことができるのですごく YouTube が活用できると思います。そしてあとね、横だけじゃなくて縦のショート動画もうまく活用することで短時間に効率的にファッションの情報を知れる、これもポイントかなと思いますね。はい、いや僕もはい結構星葉さんに共通する部分ありまして、動画だと市場にあるワークチェア全部揃えて比較して全て揃えるっていうところにかなり重視してるんですけど、実際に仕入れて販売するそのものに関してはやっぱり星葉さんのようにミスターチェアーズらしい商品だなっていうふうに見られるようなセレクトを意識してます。プロとしてセレクトと見せ方へのこだわりというのがね見て取れます。そして実際の購買につなげられる機能が YouTube ショッピングです。チャンネルページのストアタブや動画にタグ付けをする形で商品を YouTube 上で紹介することができます。商品棚を直接チャンネルや動画に紐付けられるイメージですね。積極的に活用するお二人はどうお使いになっているんでしょうか。柴田丸さんからお願いします。はい、ですね、まずは YouTube は買うための最終チェックをしている人がめちゃくちゃ多いプラットフォームだと感じてます。多分経験ある人多いんじゃないかなと思うんですけど、欲しいものがある時にYouTube のレビューを見るっていう習慣ないですか？で YouTube ショッピング機能の実装によって実際に動画の下にそのまま商品の情報を載せることができるので、ワンクリックで商品ページに飛べる、それがかなり効果的だなと思ってます。特に僕が扱う椅子って高いものだと本当10万円前後するものもあったり、体にも関係するので視聴者さんもかなり慎重に検討してます。で商品を写すタイミングとか寸法を説明する場面でそのままタグを表示させることができるんで、そのままダイレクトに商品ページに移行してくれてスペックを確認してもらえる、これが単の衝動買いとかじゃなくて納得した上で購入するっていうその体験を後押しできるのがいいかなと思ってます。本当に合理的ですよね。動画とタグ付けの連動も工夫されていると伺いました。柴田丸さん、やはり意識されてるんでしょうか？はい、実際にですね、例えば椅子とかだと、黒とかグレーとかいろいろあるんですけど、そのカラーバリエーションを動画の下の画像のリンクで一覧で表示することできるんですね。でこの機能によって、視聴者が動画からそのまま直接比較検討できる、そんな体験を提供できていますし、商品を検討する延長で、その自然に見たい商品を即座に知ることができる、まさにお店で試して手に取る感覚で体験できるっていうのがポイントかなと思います。ありがとうございます。まさにブランドのラストランディングページのような役割ですよね。星葉さんのチャンネルではどういった工夫されていますか？はい、そうですね、ファッションってやっぱりね、コーディネート、つまり組み合わせが大事なんですよ。だから単体はもちろんなんですけど、組み合わせでも変えるようにアイテム単位でタグ付けをするようにしてます。やっぱりね、あとはね、丁寧に取材すること、ブランドの方にご出演いただいたり、それから1着20万円とか30万円のオーダースーツでも実際にお店で接客されてるかのような感覚でじっくりね話を聞くんですね。まさに先ほど言った疑似体験、視聴者の方も味わえてるんじゃないかなと思いますね。あと30分の長尺動画でも内容が濃かったらね、離脱されずに最後まで見てくれます。ちゃんと動画を通じて視聴者も納得していただけるから、商品リンクがクリックされる高価なものでも爆売れするんです。
ありがとうございます。お二人とも具体的なリアルなお話感謝いたします。動画からお買い物に直結するというのが特徴ですよね。今星葉さんのお話にもありましたが、30分のね動画長尺ですけれども、しっかり商品理解されるイメージというのが湧きますよね。最後に補足として、お二人はご自身で商品仕入れを行って自社 EC で販売をされています。すでに韓国やインドでローンチされているアフィリエイトプログラムを使えば、ブランドの EC モール商品リンクをクリエイターさんが動画に紐付けて簡単に YouTube ショッピングで紹介してもらえるようになります。日本での実装はまだ未定ではありますが、皆さんぜひ今後にご期待いただきたいと思います。さあ、まだまだお話を伺っていたいんですけれども、お時間も迫ってまいりました。最後になぜ YouTube をメインの発信場に選んでいるのか、お二人に理由をお聞きしたいと思います。星葉さんからお願いします。はい、もうね YouTube はもう何といっても情報量と深さもね圧倒的だと思うんですよね。前のセッションでもありましたけど、最近テレビで YouTube を見る人もめちゃくちゃ増えてるじゃないですか。ファッションならではなんですけど、もう大きな画面、大画面で見ることで、例えば洋服のシルエット、素材、例えば本当にちっちゃいファスナーの質感に至るまで鮮明に伝えることができるのです。例えば雑誌って一度ね本棚にしまっちゃうと見なくなっちゃったりするんですよね。もうゴミになっちゃうじゃないですか、正直。だから他のショートのねメインのプラットフォームでの古い投稿とかも埋もれちゃったりすると思うんですけど、 YouTube は関連動画でアーカイブも含めて視聴者に自動でおすすめしてくれる、あれもねやっぱポイントかと思いますね。変な話なんですけど、例えば去年おすすめしたアイテムとかも今年もね問い合わせがあって売れちゃったりっていうね、そういうこともあるんですね。これはねやっぱり、YouTube ならではのなんか強みっていうんですかね。どうですか？いや僕も本当にそう思うんですけど、なんか僕は結構コンテンツがストックされていくっていうのがめちゃくちゃ魅力だなと思ってます。瞬間的なバズでコンテンツが消費されるっていうものじゃなくて、資産になるプラットフォーム、これが YouTube かなと。例えば公開から数年間経っても椅子おすすめといったキーワードで検索され続けています。で1年前2年前に上げた動画がきっかけで、その1本だけなんですけど毎月100脚ずっと売れ続けてるっていうのもあるんですね。すごいですね。いや自分でも結構びっくりで、長尺でコンテンツに触れてもらえるんで、内容の深さや質にとことんこだわることができる。制作時もこれが一生残っても価値がある動画なんだっていうことを意識して、そこにリソースガッと使えるじゃないですか。でこれがアーカイブが繰り返し視聴されてると、その意識間違ってなかったな、信頼につながってるなっていうのはめっちゃ感じます。いや本当にいろんな秘訣が詰まっていましたね。星葉さんもいいなとリアクションされてましたが、やっぱでもね過去からの動画での購入本当にねよくありますからね、最近は。私も経験ありますし、あるなって思ってくださってる方、会場にもたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。お二人ともどうもありがとうございます。YouTube ならではの視聴体験、コンテンツが商品を調べる視聴者への後押しになっているということだと思います。参考ですが、実際にこのようなデータがございます。8割近くのユーザーが商品を購入する際に YouTube を重視しているんです。それだけプラットフォームとしての存在意義が大きいわけですよね。また特に多動画プラットフォーム平均と比較しても利用される割合は大きく、特に長尺の横型動画ほどよく見られているんです。クリエイターを信頼してしっかり動画を視聴して納得して購入する、まさに信頼買いが YouTube における購買の特徴かもしれません。信頼買いというキーワード、そしてその信頼の裏にあるお二人のコミュニティ形成、発信戦略、今日のお話で非常に印象的でした。ブランド目線で見た時にクリエイター協業の成功の鍵は、クリエイターの視聴者との信頼関係を生かし深いエンゲージメントを目指すということが
明確になったのではないかなと思います。どんな方でも今日会場にいらっしゃる皆様もきっと買い物に失敗したくないという不安はあると思います。 YouTube は食品、化粧品、雑貨など価格的に手が届きやすい商品はもちろん、たとえ高価な商品であってもアイテムとの出会いから購入までの体験を提供します。特定の分野のプロで深いコミュニティを形成しているクリエイターこそ皆さんにとって強力なパートナーになり得ます。ぜひクリエイターと新たなマーケティングの取り組みの競争の可能性探ってみてはいかがでしょうか。ではお別れの前にお二人からも会場の皆様に一言ずつお言葉頂戴したいと思います。星葉さんからお願いします。そうですね、すごい時代ですね。YouTube で物が売れる。昔は雑誌で物が売れたんですけど、今は YouTube ですから、もう本当に皆さんぜひですね YouTube でショッピング機能を使って皆さんもいろいろ発信していただけるといいんじゃないかなと思いますね。それからぜひですねフォルツァスタイル、それからミニマルワードローブチャンネル、皆さんぜひチャンネル登録してください。宣伝しちゃったもう大歓迎です。ぜひです。皆さんありがとうございます。柴田丸さんもお願いします。はい、今回僕ってワーキングチェアってジャンルっていうよりは一個の商材に近いかなと思ってて、その一つの商材でも濃く深く発信することでメディアとして成り立つっていうところを意識してもらえると僕も嬉しいなって思います。ありがとうございます。ということでミスターチェアーズ柴田丸さん、そして星葉さん、本日は貴重なお話本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました。